どっちかというと僕グラスホッパー派だったんですけど、こちらもあれですね、有名な。そうですね、グラスホッパーのその次に出たホーネット、1984年が一番最初だったんですけれども、そこからちょうど40周年の、この時期にですね、そのホーネットのエボリューション版というのを今回出させていただくことになりました。ホーネットって昔からの機構で、後ろの軸が1軸、こういう動きをする車だったんですけども、どうしても起伏を乗り越えるときにこっちの起伏に反対側もつられてしまうっていう弱点があったりする。でそういうようなことを解消するためにですね、今回シャーシに関しては4つの足が独立して動くっていう今風のラジコンに近代化したというモデルになります。今のラジコンってこんなに自由度が高いんですね。はい、見ていただくとですね、この2つ見比べていただいて、パッと見はそんなに変わらない、ホイールベースだったりとかリアの車幅とかっていうのはきっちり元の通りに合わせてます。その中で動きを良くするっていうような形で近代化をさせていただいて、今の皆さんのニーズに合わせるっていう形を取らせていただいてます。だいぶ変わってるんですか？そうですね、中身的にはだいぶ変わってはいるんですけれども、今のラジコンの、主流であるダブルウィッシュボーンの4輪独立タイプっていう形を今回取らせていただいてます。昔のラジコンっていうとその強度の問題とかもありますけど、やっぱ材質とかもだいぶ変わってるんですよね。そうですね、昔の、弱かった部分っていうのも今回微妙に強化してたりとか、お客さんのパッと見は分かんないような形なんですけどやらせていただいて、強化させていただいた。あと新しい部品に関しては最近の、ガラス入りナイロンとかいい素材を使って、強化してます。もうなかなか壊れにくい設計に。頑張って壊してみたんですけどなかなか壊れなくって。あ、そうですか。やっぱそういうことをされるんですね。40年前はどうしてもねそういうことなかなかしなかったんですけども、今の安全基準に基づいて社内でテストを繰り返した結果、これで十分強度も安全性も保てたという形でリリースさせていただくという形になってます。加藤さんなりの思い入れのある部分とかあるんですか？そうですね、今回その40年前のホーネットっていうのも、復刻版という形で2004年から売らせていただいて、40周年復刻版からしても20周年でずっと売り続けているモデルなんですけれども、今回エボリューションモデルを出したんですけれども、こっちのホーネットもずっとこれからも売り続けますよっていう形で、どなたでも楽しんでいただける現代風のホーネットエボ、それと昔ながらのじゃじゃ馬なホーネット、2通り楽しんでいただけると思います。10分の1スケールというビッグサイズで初めて、製品化しますポルシェ956です。1983年の、ル・マン24時間耐久レースで、トップ10のうち9台を独占した、耐久の王者と呼ばれている、マシンになります。今回特にスケール感にこだわって作っておりまして、前後の、ライトケース、こちらも、別の部品で別体で再現しております。はい、あとミラーとあとウイングステイも、成型品と、あとこれ本体はポリカーボンになるんですけども、別部品で再現しております。この時代のボディっていうのは割とこうシンプルで美しい、形の、マシンが多いので、そういったところも若い方にぜひ見ていただいて、これをご存知の年配の方以外若い方にもぜひ見ていただきたい商品となっております。僕は割と世代なんですが、はい、多分印象に残っている名車だと思います。以前12分の1というこれより一回り小さい大きさのものは出してたんですけども、今回10分の1というビッグスケールで、完全にスケール感に振ったものを製品化することとなりました。お一人でギュッて担当されて、やっぱりちょっとこう色が出るんじゃない？出ますね。やっぱり癖は出ると思います。ライトケースとかは、普通ですとこの形だけ作ればいいんですけど、一応インナーと
このケースとあとインナーと、二重構造になってるんですけど、これはもしかしたら電飾とかつける方いらっしゃるかなと思って、ただ推奨はしてないんですけど、なるほど、はい、そういうのも含めて、拡張性持たせるようなところで、なるほどな、はい、どこまで追っかければいいかはちょっと、はい、やればやるほどこう大変になってくるんで、できるだけ作りにくくないような中で、スケール感を重視するっていうようなところを今回、こだわって作りました。なるほど、確かに10分の1になってくると絶対そういうところ、そうですね、やりたい方は。あまり省略するとやはりスケール感欠けてくるので、こだわりすぎるとまた作りにくくなってくるので、そのバランス取るのが非常に難しいです。はい、非常にスケールの大きいモデルですね。はい、こちら48分の1の F35C ライトニング2という飛行機の模型になります。で今回新発売なんですけれども、今タミヤではF35A、B というこの飛行機の違うタイプのものを過去にモデル化してまして、この最新モデルがC 型という形になります。こちらがA 型ですね。ちょっと部品ついてないところもあるんですけども、で今回こちらが新しい C 型、ちょっと塗ってない状態のものになります。結構ほぼ作り直しのような感じですね。そうですね、はい、こちらに使用する部品を置いてあるんですけれども、ここの赤く囲んだ部分っていうのが今回新規に設計した部品になります。はい、割とほとんどそうですね。そうですね、400パーツぐらい全部であるんですけれども、200パーツが完全新規となっていますので、半分ぐらいはもう完全新規部品となります。なるほど。もう大きいスケールなんで相当結構こだわられましたよね、きっと。そうですね、はい、今回の飛行機の特徴というのがですね、このように翼を真ん中あたりから折り曲げることができるという、これ空母に搭載する飛行機ですので、狭い艦内で取り扱いが容易になるようにこういうふうに折りたためるようになっています。今回の一番のポイントとしまして、この折り曲げた翼をこういうふうに完成した後からでもこういう取って伸ばした状態のものとこう入れ替えるようなことが、はい、できるようになっています。なるほど、はい、ですのでこういう色まで塗って完成した後にも翼を広げた状態と畳んだ状態、どちらの姿も楽しめるような模型になっています。何気にそれは嬉しい部分ですね。そうですね、はい、お客様でも結構どちらか選ぶっていう形であるとどっちにしようかなって、どちらも捨てがたいというような方も多いと思いますので、今回はどちらも選べるような、ちょっと欲張りできるようなキットにしております。割とやっぱ要望も多かった機体なんじゃないですか。そうですね、今までその A 型、B 型とやってきたんですけれども、その時お客様と話す中で C 型出ないのとか欲しいっていう話はやはり声多くいただいていましたね。はい、よく考えるとボディがもうこれ一体成形なんですね。結構大胆に。そうです。真ん中でその主翼が折り曲げられるところで途切れている以外は基本的には一体成形で、やっぱりこれ本物の飛行機自体が炭素繊維とかの材料で作られていて、継ぎ目が非常に少ないんですよ。なので本物にないところで分割線を作ってしまうと、それを消すのにちょっと手間がかかってしまうというので、なるべく実機と同じように継ぎ目の少ないような一体成形でのパーツ化しています。なるほど。はい、いや通りで結構箱が大きいなと思ったんですよ。そうですね、はい、部品点数が多いっていうのもありますけど、確かにこういう大きい部品が入ってるっていうので、今回箱が大きめになってますね。いいですよね、やっぱ箱が大きいとワクワクするというか。そうですね、それを持って帰るときにちょっと嬉しい感じがしますよね。決して安くはないと思うんですけど、やはりその値段に見合った、それ以上の内容のキットにはなっていると思いますので、ぜひ見ていただければと思います。今回もミニ四駆いっぱい出てますね。はい、開発した方から見れば
どれも全部推しではありますけれども、その中でも1個こちら、03ミニ四駆のグラスホッパージュニア、これが推しの一つではありますね。はい、グラスホッパーっていうとラジコンで有名な。そうですね、1985年頃に出ましたラジコンのオフロードバギーグラスホッパーがあるんですけども、それのですねミニ四駆版というところです。こちらのグラスホッパーなんですけども、ラジオコントロールカーのグラスホッパーが誕生してから40年という記念の年でして、それに伴ってこちらのミニ四駆でもラインナップに加えようということで開発いたしました。ということは初ですか、ミニ四駆として。そうですね、ミニ四駆のラインナップとしては一番最初にホットショットとホーネットっていうラジコンのジュニア版があったんですけども、グラスホッパーはその前のアイテムだったものですから、ミニ四駆の製品化には至らなかったという商品ですね。はい、そうなんですね、意外ですね。ラジコンやってらっしゃった方とか当時知ってる方に関しては、グラスホッパーってかなりの人気でしたので、イメージを損なわないようにいかにこのグラスホッパーのこの矢尻のようなかっこいい形を再現するかというところに、苦労しました。でもやっぱグラスホッパーですね。そうですね、この矢尻といいますか、矢印のようなこの細長さですね、この形、それと全体のこの後ろに流れるラインですね、その辺のところを意識して設計しています。ちゃんとフィギュアが乗ってるとこもいいですね。そうですね、こんな形です。側以外はいわゆる普通の一般的なミニ四駆のシャシー。こちらは VZ シャシーという、一番ミニ四駆のラインナップの中では一番新しいシャシーを使っています。VZ シャシーっていうのは何がどう変わられてるんですか。こちらのシャシーはですね、最新のシャシーになるんですけれども、こちら見ていただければ分かるんですけれども、非常に細くてですね、軽量なシャシーにできています。なので軽いんで、速くて、しかも適度にですね、しなりが発生して、ミニ四駆はサスペンションがないんですけども、適度にこのシャシーがしなることによって衝撃を吸収しながら走っていくというところで、軽量で高速走行が可能なシャシーというところですね。持ってみてもいいですか。本当だ、全然軽い。僕の知ってるかつてのミニ四駆と全然今こんなに軽いんですね。そうですね、昔はこういった穴が最初はなくて、自分で改造して、穴を開けたりして軽量化をするという改造がありましたけども、肉抜きですよね。そうですね、最近では主要な部分はこうやってきちんと穴を開けてあって軽量化にも努めているというところですね。結構他もいろいろラインナップされてるんですね、今回ミニ四駆。そうですね、今回は、こちらのグラスホッパーの他にも、ミニ四駆の別のシャーシですね、MA シャーシの最新ボディを、使った製品ですとか、また同じように VZ なんですけれども、デザイナーの方にデザインしてもらったミニ四駆、それとこちらにはですね、年の干支ですね、十二支の干支をモチーフにしたミニ四駆ですとか、サンタクロースが乗ったクリスマス仕様のミニ四駆といったものもありますし、これから発売する予定の実車ですね、レクサスの LBX、 こちらのモリゾン RR をモチーフにしたミニ四駆など、非常に幅広いラインナップで用意しております。こういう展開もあるんですね。そうですね、ミニ四駆は本物の車をモチーフにすることはあまりないんですけども、今ミニ四駆をやってらっしゃるお客様は、この親子で楽しんでいただいている方が多いので、それにしかもレクサスの乗ってらっしゃるお客様は、車をライフスタイルの中にかなり多く取り入れてらっしゃるお客様なので、自分の車ですとか乗ってる車を、お子さんと一緒に、ミニ四駆として楽しんでいただくと、そういったようなところに共通点があるかなと思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。